すいません。はい。予約してた徳井ですけれども。徳井さん。はい。徳井さんは、奥のスペース、自由に使ってください。わかりました。はい。すいません。お願いします。お願いします。さあ、始まりました。孤独を楽しむキャンプ、毒キャンですけれども、まずキャンプ場についてですね、荷物をね、下ろしていきます。さっきね、下ろしたのが大容量バッテリーですね。バッテリーを下ろしまして、でこれがですね、普段は基本的にはテントの下に敷くグランドシートと呼ばれるものなんですけれども、これをですね、今回車中泊しますんで、テント使わないんで、荷物を置く場所に、敷くシートとして使います。でこういうね、キャンプグッズがいろいろ入っているこういう、箱、これを置くところの下に引いておくんですけど、こうしとくとまた直す時にね、車に積む際に、下についた泥とかを拭かなくて済むっていうね。で今置いたカゴがですね、あれは一旦キャンプ終わるたんびに家に持って帰って、でその都度その都度使うものが変わる、道具なんかをいろいろ入れていくカゴですね。でこれ椅子ですね。 DOD のすごい椅子っていう椅子なんですけど、そういうキャンプグッズもろもろを一旦ねパパーッと出しまして、すぐに使えるような状態にセッティングしていきます。今持ってるボックスがですね、ガス系の、火が出る道具、ガスバーナーとかそういうのですね。でこれが、焚き火台、コールマンのね焚き火台ですね。でこれもコールマンのテーブルですね。これ4枚1組になってまして、これ長細いのをこうね、四角になって焚き火台を囲めるようになってる焚き火台なんですけど、違うテーブルなんですけど、今回1人なんで1枚しか使いません。でこれがおかもちですね。フィールドワさんのおかもちで、中に調理道具がいっぱい入ってまして、結構がっつりキャンプで料理する人なんかはすごい便利です。まさに、キャンプするところをセッティングしております。6倍速でお送りしております。これね、下には難燃シートっていうね、下の地面とか草木を傷つけないようなシートを焚き火台の下に敷くという、これマナーです。ガスバーナー。焚き火台ね、やっぱ大きいから、もうこっちのちっちゃい方のソロストーブでええやっつって、焚き火台変えました。でここにもシート引いて、ポータブルバッテリーとか、あれライトをね充電してますね今ね。で一旦もう休憩です。あんまり動きすぎても疲れるんでね、一旦レモンサワーを、ぶち込みます。でおかもちもね、こうやってセッティングしまして、すぐに使えるような状態にしておきまして、また一旦休憩ですね。ぼーっとします。で、今回ね、ソロストーブっていうの丸い焚き火台ね、あれで料理しますんで、そのソロストーブに使う用の薪、これを用意していきます。でこれね、今から大きい薪はね、なかなか最初火がつきにくいので、その薪を細かく、細く割っていきます。これバトニングという作業なんですけど、キャンプ用の斧なんか持ってる人はね、斧で割ってもらったらいいんですけど、僕は斧ちょっと重いんで、このナイフを使っております。ナイフでこうやってねカン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 やっていくんですけど、このナイフね、これね、一応この作業危ないっちゃ危ないんで、手袋した方がいいです。この手袋はワークマンの方で、5枚組300円ぐらいで売ってました。すごいリーズナブルな手袋です。でこれバトニングっていう作業をしていくんですけど、これね何でもかんでもどんなナイフでもこのバトニングに使えるわけじゃなくって、
刃の部分がですね持ち手のところまで1枚の、金属になってるやつじゃないとカン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 やった時に耐えきれなくてナイフが壊れてしまうんで、フルタングって呼ばれる構造のナイフ、これでねバトニングしてください。持ち手のとこまでね全部1枚の刃がつながってるんです、金属がね。で下もね土のところでコン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 やってるとどんどん木が埋まっていってしまう可能性もありますんで、下にねああいう木とかを置いて硬いところでやるとやりやすいです。って言ってますね。だから木目によってね割りにくいのがあるんで、割りにくいのは後回しにしてね、割りやすいのから割っていったらいいと思います。このバトニングしてる時ね、もういかにもキャンプしてるなーっていう感じがいたしますね。である程度ね割れましたら、一旦ですね、これ今回車中泊しますんで寝床のね準備をしたいと思います。これ僕のハイエースなんですけど、これ板張りになってましてですね、ここでも寝れるんですね。でこれ一応板で硬いので、こういうマット、これがですね中に空気を入れるタイプになってまして、端っこにあるこのバルブ、これを開けると自動的に空気がシューッと入ってきますんで、あとは放っておいたら大丈夫っていう感じのタイプのやつです。これペンドルトンの毛布でね、この時期もうあったかかったんで、毛布1枚で大丈夫でした。こんな感じになってます。で一旦休憩です。これ YouTube かなんか見てますね。さあそろそろね、料理の準備をしていきます。これメスティン、飯盒ですね。これメスティンと呼ばれるものに、これ中にねアルコールランプを忍ばしておりまして、スタッキングと呼ばれるやつですね、中に入れてます。でお米を準備しますけれども、やっぱキャンプはね圧倒的に無洗米が、便利ですね。でこのシアラカップと呼ばれる、このキャンプでよく使われるこういうカップですね、これがですね大体中にメモリがついてまして、 100ml、200ml とかメモリがついてるんですけれども、200ml のとこまで入れますとちょうど1合です。でこのメスティン今日大きめ持ってきたんで2合ちょいまで炊けるんですけど、今日はね1人なんで1合にしときます。でシャーっとでお水もねこのメスティンで、1合のお米に対しては同じく 200ml のお水で大丈夫です。またこのシアラカップでね測って入れると。これだからもうキャンプする人はねもうシアラカップね絶対持っといた方がいいですね。何かと便利です。これでねお酒飲むこととかもできますし、ご飯食べることもできます。器代わりになりますんでね、これは絶対持っといた方がいいですね。で蓋閉めまして、続きましてアルコールランプの準備ですね。今手に持ってるこれがですね、中に燃料用アルコールが入っておりまして、ガスストーブで炊いてもいいんですけど、すごいコンパクトになりますんでね、今回は燃料用アルコールにしました。でこれ五徳ですね。これカチャカチャっとこれ組み立てて、こういうふうにね置いて五徳になると。
でライターで火をつけます。おやおやないなないななんつって、で一旦立ち上がってポケットに入ってました。ライターでつけますとすぐに燃料用アルコールなんですぐに火がつきます。でこれ日中ねなかなか火が見えにくいんで、ちょっと手でねついてるかななんて確認をいたしまして、蓋がね火を調節できるんですけど、もう今回はもう全開でいっちゃおうということで、メスティンをセットで、今度はこのソロストーブっていうやつなんですけど、この焚き火台でね、火を起こしていきます。これね武田バーベキューにもらった、これ着火剤なんですけど、これすごい便利でね、マッチみたいになってるんですよ。ほらこういう風にね簡単に火がついて、しばらく何分か燃えますんで、すごい便利ですこれは。着火剤もねいろんなのありますけれどもね、今回これ使っていきます。そしてさっき割った薪を、どんどんと入れてまいります。この時にね太い薪だとなかなかね着火剤が燃えてる時間の中で、火がつきにくいので、先ほどねこういうふうに割ったんですね。ちょっと今鼻息がすごい入ってますけどお気になさらず。で今度、今回ね親子丼を作っていきますので、具材を切っていきます。これ自作のね折りたたみのまな板ですね。あれオリーブの木でできています。で今回のお肉なんですけど、普通親子丼ってもも肉とか胸肉とか使うと思うんですけど、今回ねこれはせせり使います。せせり好きでね、せせりって歯ごたえもあってね、噛みしめると味もすごい出てくるんで、せせり好きで今回せせりの親子丼にしたいと思います。でせせりをね、ちょっと長いんで、親子丼っぽい大きさに切っていきます。でキャンプなんでできるだけこう手洗う手間とかを、減らしたいので、今回こうトングでねこう掴んで押さえながら切っていきます。これ順番間違えましてね、次玉ねぎ切るんですけど、先にね鶏肉切ったんで、いろいろ鶏肉の油とかついたんでめっちゃ拭きました。玉ねぎ切っていきます。でも前に火あるんでね、玉ねぎの皮とかも全部燃やしていきましょう。でまず半分に切りまして、親子丼に入ってる玉ねぎっぽい大きさに切っていきます。もうこんなん大体でいっちゃいます。で、半玉使いましたね。で残りの半玉はアルミホイルにくるんで家に持って帰ります。でねちょうどね今もこれメスティンの方に目を向けてもらいますと、いい感じに湯気がね出てまいりました。でちょっと薪を足して火力の方を調節していきます。でこれねフライパン入れですね。この入れもかっこいいですよね。フライパン出しまして、今回鉄のフライパンでこれ16センチぐらいですかね、割とちっちゃめのフライパン持ってきました。親子丼なんでね、あんまり大きいフライパンよりちっちゃめのフライパンの方が作業しやすいんで。で、油ひいて玉ねぎ炒めていきます。で僕玉ねぎがねあんまり火の通ってない玉ねぎがあまり得意ではないので、しっかりめに炒めて極力しなしなにしていきたいななんていうふうに思いながら、でも最終的にね、おつゆというかお出汁で煮込むんで、それなりにってとこですね。でいったこれ塩コショウして、ほんまはね塩だけでもいいと思うんですけどね、ちょっと塩コショウが混じったやつしかなかったんでそれ入れました。でしっかりと炒めていきます。
でも鶏肉ねせせりいっちゃいましょう。でもキャンプなんでね、あんまり具材を残したくないんで、とりあえずもう全部入れたらね結構な量になりまして、もうフライパンパンパンなんですけど、まあ玉ねぎもね炒めていくとしんなりするし、鶏肉も若干縮まるんで、まあいいかってな感じで、作業の方進めていきます。で結構ね親子丼火力の調節というか火加減結構大事なんですけど、どうしてもねキャンプなんでねなかなか火加減が安定しないんですけど、その辺に気をつけながら、調理進めていきましょう。まあ煮込むとはいえね、ある程度表面焼いてからの方がいいと思われます。でそろそろメスティンのご飯が炊き上がったんじゃないかなということで、一旦これ確認します。中開けます。 OK でしょうということで見せつけます。綺麗に炊き上がりました。ガンってこれ半分にね、半分じゃない裏返しにした方がねなんかいい感じになります。で今これ手に持ってるのが家で作ってきました合わせ調味料ですね。親子丼のタレになるものですね。醤油、酒、砂糖、みりん、これの合わさった合わせ調味料です。一応量がどんな感じになるかわからないんで、一応多めに持ってきました。でこれをバーッと入れますね。でこれをこのお出汁をねバッと入れますと、フライパンの温度が急激に下がりますんで、これが煮立つまでね一旦ちょっと待ちます。でこの間にですね卵をね溶きましょう。2個いきます。でこれも溶きすぎずって感じの、白いところも残った方が最後の見た目がね黄色いところと白いところがあって綺麗かなと思いますんで、溶きすぎない感じで、そして三つ葉の方も用意しまして、で煮立ってきたなって思ったところで卵投入いたします。でこうねもうこっからがね本当に火加減すごい大事なんで、もう親子丼作る際はもうこっからあとはもうずっとこの親子丼に集中できる環境の状態で卵を入れてくださいね。でこうちょこちょこいじりながらね、こう半熟のとこと、固まってるとこと両方できるような、感じを目指して卵をいじっていきます。ただねこのおつゆが結構今回これ多かったんで、具が多かったんでね、で卵ね2個だとこのおつゆの茶色がかってしまってうまく黄色が出ないということで、これもう1個もう贅沢ですけどもういいやということでもう1個ね卵を足します。で今度はこの黄色みを強く出したいのでしっかり混ぜます。結構混ぜてます。ちょっと今こっちで猫鳴いてます。でもこれね卵3つ入れてこんだけのせせり大量に入れたんでなかなかの量になったんですけれども、これでやっとね色合いが親子丼っぽくなってまいりました。ちょうどね固まってるとこと、軽く半熟のとこと両方になったところで火から外しまして、ご飯の上に乗せていきます。本当にね卵を入れてからはねもうすぐ固まったりするんで、強火だとやっぱこう親子丼ってほっといてね結構ボソボソになったりとかすること多いんで、そこら辺の火加減をねもうすごく注意していただきたいですね。半熟っぽいのがちょっと残ってたりとかする方が美味しいかと僕は個人的に思います。そして三つ葉を乗っけまして親子丼完成です。そこそこいい感じにできたんじゃないでしょうか。いただきます。
ご飯の方もねうっすら下におこげなんかができてまして、なかなかいい状態に炊き上がっておりました。さあ一気に夜が更けましたけれどもね、ご飯食べたら割とねもうソロキャンプってあんまりすることないんで、こんな風にね焚き火を見ながらねお酒飲んで、そしてタバコを吸う、そんな感じでゆったりとしたひとときを過ごしております。でね、えらいもんでね、時間経ってくるとね、ちょっと小腹減ってくるんでね、はい、スーパーで鶏もも肉を買ってましたんで、これでですね、宮崎の地鶏のなんか炭火焼きみたいなのありますよね。あれを作っていこうと思います。これはまあもちろんスーパーの普通の鶏のもも肉ですけど、塩コショウを結構たっぷりめに振りまして、これをガチャッと締めましてですね。で、これね、コールマンの方に焚き火台変えました。結構豪快な火がいりますんで。でこれをですねガッともう直火で焼いてまいります。これもこれ用のこのね調理器具、これも買いました。でガーッと振ってね、中の鶏肉をね混ぜていきます。混ぜながら直火で焼いていきます。この後かなり豪快なことになってきますんで乞うご期待。ここで美味しい塩コショウいきましょう。結構塩コショウ効かした方が美味しいです。さあ出来上がりました。どうでしょうか。開けてみましょう。すごくいい感じに出来上がりましたね。いただきます。うまっ。さあそうこうしているうちに結構な時間になってきましたんで、寝ます。あれね、つけたのオイルランプです。ちょっと寝るまでのね間ちょっとつけようってことでつけました。この後ねオイルランプの方もちゃんと消しましたんでご安心を。さあ朝がやってまいりました。
朝7時ぐらいですかね、この日起きたのは。鉄のフライパンを洗うときはこういうたわし的なやつでね、シャカシャカ洗ってください。決して洗剤とかつけないようにつけちゃうとせっかく鉄のフライパンの表面にまとっている油分が取れちゃってまた焦げ付きやすくなっちゃうんで、洗剤つけずにこういうたわし的なんでシャカシャカやってください。で、帰りに向けて撤収作業に入ってまいります。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。